ティーズスカイライン2。パッチを当てたら空前の車庫入れブームが発生し大渋滞となった我らのネオ静岡。渋滞の原因はタワマン周辺の駐車場、新たな高密度区画を作って引っ越しするぞー。なお今回から新パッチでお送りいたします。こちらは新築の中心、コメントでいただいたヒントをもとに、一方通行ぐるぐる駐車場を採用いたしました。だが出入り口の矢印逆なの忘れてて、建物上下逆さまである。そのうち直すよ。ぐるぐるの内側で車から降りるので、歩行者が道路に入らないように歩道橋を設置。車のマナーも悪いが歩行者も高速横切ったり危険極まりない世界だぜ。こんな感じになりそうろー。思ったより異常な感じしないな。適当にデコったら駅っぽい感じになった。まあ電車導入してねえけどな。ふと幹線道路も高速でいいんじゃねと思い高速道路の種類を確認。高速の方が速そうなイメージあるけどどうなんだろうな。じゃ変な U ターン対策も兼ねて、高速並列で幹線道路作ろっと。そんなわけで並行モードで高速3車線一方通行をニョーンと不成立。普通に双方向の分離帯ありの道路だと、定時路の分離帯消えて無理な U ターンされるけど、これなら逆側のレーンに割り込むのは不可能だぜ。でランプ部分は4車線にして、そこから引っ張って地下を通って区画に入ります。幹線道路は渋滞左遷ぞという鉄の石の現れ。やっはー、直角90度カーブ、120キロで突入可能なラウンドアバウトだー。超絶事故りそう。接続部分はこんな感じ。これなんて言えばいいんだか、高速のインターチェンジ？歩道はないので自称幹線道路という名の高速道路と思われ。さらに渋滞対策に左折ショートカットも繋ごうかと思ったけど、今のままだと中央分離帯がなくなって、U ターンの温床になりかねないのでやめた。徹底的にやるなら、他も一方通行の並行道路にする必要がありそうだ。良い渋滞対策が思い浮かばず、焦る心を落ち着かせるため盆栽を始めました。おい。デコってるだけで時間が過ぎていく。ほどほどにな。とりあえずどんな形が良さそうか、街路を敷いてお試し区画割り。ラウンドアバウト住宅街で使った、細くて使いやすい道路。ひらめいた、そうだ、地下高速を作るぞー。やっぱやめたー。うちのレイムさんは勢いだけで生きてます。地下高速も悪くはないと思うけど、どこが渋滞するか見極めないとね。意外と冷静。そもそもの原因は駐車場の渋滞と思い出し、駐車場の大きさとかを確認することにしました。今の適当に作った区画割りだと、この立体駐車場ってのは設置できんな。サイズの少し小さい地下駐車場も厳しいや。そういえばどっかの動画で駐車場を隣接させると、隣同士で行き来できるとかやってたのでお試しいやできてねえよ。特大サイズはダメみたい。んなわけでお次は大サイズをお試し。お、これは繋がってるように見えなくもないか？よく見るとフェンスある。これもダメか。やり方間違えてるのかなと思いつつ、駐車場中を設置したらうまくいったみたい。これで繋がってるなら、両方の出入り口をいい感じで使ってくれるかもしれんぞ。でもこれ一つで60台しか車置けないし、タワマン1棟で210人とかだったから、全然足りねえしこれは却下だ。ちなみに見た目の立派な立体駐車場は160台駐車可能。見た目はかっこいいけど地下駐車場より車置けないのな。中に入って探検してみたけど、内装もかなり作り込みされててびっくり。自販機まである。グラフィック設定下げててこれとは恐ろしや。グラ設定下げないとめっちゃ重くなるのも頷けるぜ。でもこうやって色々眺めたりしてるだけで楽しいし、最適化されるのが待ち遠しいよ。数年後には PC スペックも追いつくだろうし、将来的にはめちゃくちゃ綺麗な街も作れるかもな。楽しみ。そういえば新築は高速で繋いでるので、電気水道通ってないやと気づき工事。上下水使えないのは地獄だぜ。お試し区画割りで使った街路、これ歩道がないじゃないか、敷き直すぞー。ちなみに後で確認したら、歩道がない街路でも住民は構わず徒歩で歩いてました。交通ルールを守れー。ひらめいた、もういっそ公共サービス以外の車の走れない歩道を、高架で使ってはどうだろうか。高架歩道を歩くことで、地上の横断歩道を減らそう作戦。で高架歩道と歩道橋をつなげたらこうなった。ぐにゃぐにゃってる上にフェンスまたがないと通れなさそうな見た目。仮に住民が気にせず使うとしても、景観的には完全アウトだな。色々試してみたけどどう見てもフェンスが邪魔。高架の歩道に歩道橋は接続する仕様じゃないっぽいな。階段とか実装してくれないとこりゃ使い道難しいぜ。高架の歩道でスロープとかも作れるので頑張れば使えるかもだけど、私のセンスじゃ厳しいや。
でかすぎて場所も取りすぎで使いにきい。高架の歩道の下に舗装路敷いたりはできるから、使いこなせる人はなんかすごいの作れそうな気も。立体的な商用区とか面白そうだけど作るのに時間めっちゃかかりそう。歩道と一般道をつなげるスロープとか駆使すれば、見た目の不自然さを解消できないかと試行錯誤中。てか横道にそれすぎて、渋滞対策の新区画作ってたの忘れてるぞ。そうだった。以上、歩道の使い道がわからなかったの件でした。今回全然街づくりが進んでねえぞ。さあ声援。で結局色々悩んだ結果、規模を大きくしたぐるぐる駐車場を建設。タワマン数棟で満車になることを考えると、これでも駐車場足りなそうな予感。高密度住宅の高密度っぷりは半端ねえから、これでなんとかなるかは未知数だぜ。車庫入れ渋滞もあるだろうし、この後の区画割りほんとどうしよ。悩ましいぜ。ラウンドアバウト住宅街で大惨事が発生だうおマジかよ、行列できてるバス停にバスが突っ込んじまってる。はわわわわわわわ。小学校前のバス停で事故とかシャレにならんぞマジで。バス停の裏が、うわこれ全部被害者かよ。あ、軽傷っぽい人たちがちらほら立ち上がってる。全員が重傷ってわけではなさそうだな。でも指がニョーンってなってるよ。重傷だよ。救急車、早く来てくれー。うわもうこれモザイクかけないと怒られそうなレベルでやばいかも。頭潰れてたりこれもうアウトかもしれん。街づくりゲートは思えない目も当てられない惨状。よし、今回のサムネはこれでいこう。へっへっへ、いい絵が撮れた Z 内心喜ぶ下道がここにいます。あ、カメラ回ってた？今のは内緒だよ。へへ。うわ目ん玉飛び出てる人いるんだけどこれほんと大丈夫なん？いやこれはさすがにお亡くなりなんじゃ。立ち上がる人もいなくなってきたし、もしかしたらこれ全部重傷なんじゃ。指もニョーンってなってるもんな。あわわわわ、事故のアイコンめっちゃ増えてるこりゃ歴史に残る大事故だ。そしてこんな時でもバス停に並ぶ住民たちよ。マイペース。ああ、霊柩車待ちのアイコンが。リカキーツさん質素な老人がお亡くなりになりました。なーむ。うわ死傷者78名も出てるよ。こりゃ市長のお前が記者会見で土下座しないとまずいレベルの大事故じゃねえか。なんてこった。賠償金もすごい額になりそうだ。それはバス会社に押し付けよう。おい。幸い診療所は目と鼻の先、1名でも多くの命を救うのだ急げ救急車間に合わなくなっても知らないぞうわすげえ救急車の大行列。あ、バスが動き出してる。パトカーが事故処理してくれたかな？これだけの大惨事なのにバス停に長蛇の列できてるのくさ。今日はもう運休にしなさいよ。バス会社もなかなかにクレイジーだぜ。救急車がワンコそば状態。運べどアイコンが減らん。アイコン重なってる場合は省略表示とかもあるのかも？アイコンの数より明らかに救急車の方が数が多いぞ。こら救助中だ横断歩道を渡ろうとするんじゃありません。目の前の大惨事を見ても平然と交通ルールを守らない。こんなんだから事故起きんだよ。気をつけろ。悪い子はお尻ペインだよ。重い一撃をくれてやれ。さて事故現場にいても見守ることしかできないので、新築の開発に戻りますか。直角のカーブを後から曲線に置き換えるのが最近のマイブーム。家建てれる範囲が減るからほどほどにな。あいよ。バス停なんかも区画開放前に事前に設置。路駐のできる道路にしないとバスが道路塞ぐから注意だぜ。バス停ちょいずらしもお試し導入。ルートごとに列分けた方が効率良くなるかな？渋滞対策にラウンドアバウトっぽい効果を狙った、一方通行ぐるぐるを中央部分に追加。こんな感じになりそうろ。見た目がダセー。思ったよりも交差する部分が多かったので、なんとなくノリでやっちまいました。まあ渋滞しないで済んだら嬉しいな。渋滞しちゃった時のために地下道の出入り口は先に作っときましょ。白麗レイム、予防線を張る。まだこの世界のさじ加減がわからないんだよ。こんな感じで一方通行の並行する道路に接続する感じになりました。ラッシュアワーに片側だけ混みそうな気がするけど、どうなるかはお楽しみだな。真ん中のぐるぐる道路、お前もか。歩道橋つなげたいけどフェンスが邪魔。なるべく徒歩移動させたいけどなかなか手厳しい。でも徒歩移動できないのが気に入らないので、カーブさせてそれっぽい歩道橋を建設。スロープの上り下りで足が鍛えられる街。中央のぐるぐるがダサすぎなのが気になっちゃったので、なんとかごまかそうと試行錯誤。カーブする舗装路でそれっぽくするの術。さすがに舗装路だけじゃ無理だ。鼻をデコデコして小綺麗にするのだ。花や緑があれば、なんか上級者っぽく見えるの術。
こんな感じになりそう喧騒飛び交う高密度地区に癒しを与える、一本の木をイメージしたそんなアートな公園です。意外としっかりしたコンセプト。今考えた。適当じゃねえか。てへ。お次は家を建てる道路も敷設し始めて、工夫して地下道なんかも使おうとしたけど、やめた。ほんとお前勢いだけで生きてんな。無計画なので帳尻合わせが大変でござる。ラストスパートだ、ガンガエー。カーブ部分が邪魔でセルがおかしくなってるので、舗装路で家を建てたい場所を微調整。カーブ作るとこういうの気になりだすよな。さて道路が敷き終わったので火葬場を設置。高密度な住宅街にするから、回収する系のサービスは近くにないと後で偉いことになりそうだ。学校とかも用意しなきゃだ。だな。では最後にこの舗装路を敷いて、渋滞対策した高密度区画、完成だー。やっと完成したか。っていうかお金使いすぎて残りが13万しかないからこれ以上作り込みできない。うわ600万くらいあった資金使い込んどる。では高密度区画を塗り塗りしながら今回はここまで。発展した街が見てみたいと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。やる気の源です。一気に高密度住宅を塗り塗りするレイム、こいつは渋滞させて高みの見物するつもりだ。渋滞対策頑張った地区はどれだけ耐えれるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。